こんにちは、なぎこです。この場所で動画撮るの結構久しぶりな気がいたしますが、皆さんご機嫌いかがでしょうか。先日、もうだいぶ経ちましたが、ハノイとシェムリアップに行った時の旅動画を公開しておりますが、あれはね5月だったんですよね。で、その後私、インドネシアのバリの方に行ってまして、なので5月はハノイとシェムリアップで、6月はインドネシアのバリと、最近海外に行く機会が増えておりますが、気づいたら7月になっておりまして、私はびっくりしております。7月はですね、後半に、奄美大島と鹿児島の方に行く予定があるので、またどんな写真とか撮れるかなって楽しみにしております。はい。で、ここに置いてあるこのアロマオイルのバーナー、アロマディフューザーか。パリで買ってきました。可愛くないですか。これバリの食器メーカーのジェンガラっていう、メーカーさんがあるんですけど、ファクトリーショップみたいなところがありまして、そこに行って買ってきました。アロマオイルのバーナーはこれまでこちらにあるフラマのものを使ってきたんですけど、やっぱり構造的にこういうシンプルな形の方が香りの拡散がこう強い感じがするし、効率もいいのではっていう気がしてます。とはいえフラマのものもとても気に入っているので、気分でこう使い分けようかなって思ってます。あとあれです。最近炊いてるアロマエッセンシャルオイルはこれです。これはカンボジアシェムリアップで買ってきたボディアっていうカンボジアブランドのレモングラスのエッセンシャルオイル。私ね、レモングラスの香りがとても好きで、特に今のぐらいのちょっとジメッとした季節は爽やかでちょうどいいです。そうだ。そしてです。このタムロンさんのレンズ、これそろそろお借りしていたものを返却しないとならぬですね。というわけでですね、タムロンさんからお借りしている 3500mmF2.8、ハノイとシェムリアップの旅動画見てくださった方はもうご存知かと思うんですが、結果的にハノイとシェムリアップの動画、ジルもそうなんですけど、ZR ともうこの 3500mmF2.8 だけで撮ってたんですよね。やっぱりね、旅の荷物は減らせるのが一番です。やっぱり 35mm から 100mm のこのズーム域でカバーできる範囲はものすごく広いので、マルチに活用できる便利な一本だと思います。私は普段旅には単焦点レンズ持っていくことが多いんですけど、このレンズ1本持っておけば、単焦点のレンズ何本分ぐらいですか、3本とか4本とか、そのぐらいの焦点距離をこの1本でカバーできちゃうのはやっぱり強いなと思いましたし、あと意外とね、このレンズ伸びないんですよね、長さが。これしか伸びない。だから撮っていて望遠端までキュッて伸ばしてもあんまりこう重心が変わらないんですよね。そういった意味での取り回しの良さもすごく感じました。あとは何でしょうね。写りの部分は私が、インスタグラムとかに上げてる写真とか、あとは
旅動画に入れてる写真とか動画とか見ていただければと思うんですけど、タムロンさんの昨今のレンズは本当にね、タムロンらしいこう優しい描写の中にも芯のある写りをする感じがして、なんか色のりもすごく良くて、なんかますますいいレンズになってるなっていうのを感じました。私はZ マウントにメインのカメラを変える前にずっと E マウント、ソニーのカメラ使っていて、その時代は本当メインレンズがタムロンレンズって言っても過言ではないくらいよくタムロンのレンズ使ってたんですよね。で Z マウントになってちょっとご無沙汰しちゃってたんですけど、久々にこの 3500mm を使ってみてですね、やっぱりタムロンさんのレンズの写り描写、私はすごい好きだなっていうことも改めて思いました。レンズの描写って好みだと思うんですけど、Z マウントはもうニコンさんもめっちゃいいレンズたくさん作ってるし、タムロンさんみたいなサードパーティーのね選択肢もあるしで、昔はレンズの選択肢少ないなっていうイメージ持ってたんですけど、いろいろ増えてきてありがたいなっていうのも思ったりしました。でもちろん、バリにもこのレンズ持って行って、写真撮ってましたので、これはまた、インスタグラムとかにポストしていくと思いますので、ぜひ私のインスタ等々を見ていただいて、参考になどしていただけたら嬉しいです。というわけでこの子はもう返却しないとですね。タムロンさんは最近 APS-C 向けの1770だったっけな、また F2.4 同士のねズームレンズ新製品発表してましたけど、 Z マウントもねまたいろんなレンズ出してもらいたいものですね。そういえばバリでこの 3500mmF2.8 の E マウントバージョンを、友人の若メラさんが使ってたんですよね。ここの部分はね多分 E マウントと変わらないと思うんですけど、やっぱり Z マウントってマウントの直径自体が大きいのもあって、このマウントの部分結構太いので、なんていうか筒の太さがあんまり根元と変わらないんですが、 E マウントってもっとマウントの直径 Z マウントよりだいぶ小さいので、なんか E マウントの方がこの筒とここの根元の部分の太さの差が結構あるなっていう印象を持ちました。こう E と Z で見た目の印象違う気がしますね。はい。そんなんで大変お世話になりました。はい。返却しましょう。そうそう。あとですね、ハノイでもちょこっとだけこのライカ M3 フィルムで写真撮ってたんですけど、バリではもっとたくさんフィルムで写真を撮ってきましたんですよ。でさらにじゃーん、 X とかには書いたしインスタにももう書いたんですけど、バリの現地におじさんフィルムラボっていうフィルムのラボを見つけまして、なんと現地で現像とスキャン出したんですよね。しかもなんとワンロール現像が500ルピア、ティフフォーマットのオプションつけて15000ルピア、トータル1ロール65000ルピアなんですよ。これって日本円に直すとね、だいたい600円いかないぐらいなのですよ。安い現像が。すでにインスタにも投稿したんですが、さらに仕上がりがむちゃくちゃ良くて感激しました。なので一回行ってもう一回
もう1本現像出してトータル2本現像出したんですけど、ここね、おじさんフィルムラボ、もしバリ行かれる機会がある方いらっしゃったら、是非現地で出してみてください。好みもあるとは思うんですけど、私はすごく好みの仕上がりにしてくださるラボでした。で、ここのおじさんフィルムラボはフィルムももちろん売ってるんですけど、フィルムはね、日本で買うよりだいぶ 1.2 倍から 1.5 倍ぐらい、高かったです。バリではフィルム3本分撮影して、2本はこのおじさんフィルムラボに出したんですけど、残り1本は今、日本で夏染まれフィルムラボさんに現像と、デジタルテューブをお願いしているところなので、それもちょっと仕上がり待ちという形ですね。はい。上がり楽しみ。バリの旅はですね、フォトグラファーやビデオグラファーの仲間たちと一緒に8人ぐらいかな、最大。そのぐらいの大所帯で行ってまして、とても楽しかったですね。毎日カメラ片手に街を歩いて写真を動画を撮りという形で、バリも少しだけ動画は撮ってきたので、また後日編集が終わったら公開しようと思っておりますので、お楽しみにということで。で、一緒に行った仲間にですね、YouTube もやられてるというか、めちゃくちゃ有名なオックスアウトさんだったりとか、京都ボーイズの3人、陽平さんとみつるくんとあやたくんもいらっしゃったので、そのオックスアウトさん、あと京都ボーイズ、それぞれの YouTube チャンネルでもまた追ってパリの動画が公開されるのではないかと思いますので、皆さんぜひそちらも公開されたら見てみてください。我々のゆるゆるわちゃわちゃ旅の様子が、世に放たれるのでしょうかね。で、フィルムラボの話とかも多分そのね、京都ボーイズの動画とかで公開されると思いますので、ぜひ公開されたら見てみてください。はい。今日はそんな感じかな。あとそうだ、これですよ。先日動画を作らせていただいたソニーさんのヘッドホン 1000X ザコレクション、バリの行き帰りの飛行機で使ってみました。案件いただいたから忖度しているとかは全くないんですけど、非常に良かったです。何がいいってやっぱりこのつけ心地がね、柔らかいんですよ。とっても側圧が柔らかいっていう話を動画の中でもしたと思うんですけど、つけ心地がいいから長時間してても疲れないし、さらに自分で笑っちゃったのがですね、つけていることを完全に忘れていたっていう。装着してるのに、あれやばい、ヘッドホンどっか置いてきちゃったかもって慌てて探して、どうしよう、ないどこって思ったら身につけてたっていうことが一回ありました。っていうぐらい装着感がすごく良いので、ギュッと横からヘッドホンに押される感覚が苦手な方とかは一度ぜひ試着してみるといいんじゃないかなって思います。ちょっと高いですけど、ヘッドホンにしてはでもそれなりの価値はあるし、ヘッドホンってそんなにしょっちゅう買い替えるものじゃないと思うので、私はいただいたものなので何ともですが、忖度なしでおすすめです。1000X ザコレクション。これからも大切に使おうと思います。あといろいろ送っていただいたものがあるんですが、ちょっと追いついていないな。ニコンさんは最近こんなグッズをいろいろ
出したみたいで、オリジナルグッズを送ってくださいましたね。ニコンロゴ T シャツさりげなくて、これなら普通に着れるかなって思ったんだけど、これちょっとあれですよね、なんかスタッフ感あるか。まあこれも同じロゴが入ったトートバッグ。あとこのねステッカー結構可愛い気がする。このニコンの Z マウントのフランジバッグの短い大きなマウント系をアピールするステッカー、レンズ構成図のステッカーやら、ZF と FM2 のステッカーなど、これはニコンさんが送ってくださいましたので、どこかに貼ってニコン愛をアピールしていこうと思いますが、でだこれがネクストレージさんがなんかぜひよろしければ使ってみてくださいということで、いろいろ製品をですね送ってくださって、カードリーダーとメモリーカードかな。これがマイクロ SD と SD のカードリーダーで、これが CF エクスプレスカードタイプ B のリーダー。これ早いですね。40GBps で、これがニコンレコメンドマーク付き。早いね。CF エクスプレスカードタイプ B、VPG400 2000GB なので2テラ。ありがとうございます。活用させていただきます。かなり排熱に配慮した設計らしいので、なんか差がつくかな、今使ってるやつと。あとマイクロ SD512GB、これも容量大きくてありがたいですね。白とブルー珍しい。これもじゃあオズポケとかで使ってみようと思います。はい、というわけでいろいろ送っていただいたので、使ってみようと思います。割とこうハイエンドなフォトグラファーとかビデオグラファー向けのカードリーダーは結構こう黒いものが多いのでね、ぜひネクストレイジさん白いやつ作ってほしい。置いといても持ってても可愛いやつ欲しいですね。カメラはね反射とかがあるので、黒い方がいいとかってあると思うんですけど、バッグの中でとかなんかこう小物入れるポーチの中とかで黒って結構紛れちゃうし、暗いところで発見しづらかったりするので、こういうカードリーダーとかは白くていいと思うんだけどな。どうでしょう。ということで、じゃあ今日はこの辺でまた、次回お会いしましょう。バイバーイ。